では早速だけど勉強会を始めていこうか。よろしくお願いします。って言っても実際どう教えていくの？確か補習の最終日にテストがあるという話だったね。なら補習の内容もそのテストに向けたものになっているはずだ。補習でもらったプリントを見せてもらえるかい？はい、これだよ。ありがとう。ふむ。なるほど。基礎的なことが中心のようだね。数は多いが難しい応用問題は出題されない。進級を目的としたテストですから、先生方も配慮してくれているのかもしれませんね。確かに俺の解いた物理も基礎問題が多かったな。俺のもそうだったな。まあだからって解けたわけじゃねえが。だね。私も同じ。つまりは渡されたプリントの範囲さえ解けるようになればいいということだね。それじゃあそれぞれもらったプリントに載っている範囲を重点的に勉強していこうか。プリントを復習しつつ怪しいところがあれば教科書に載っている練習問題を解いたりね。その中でわからないところがあればいつでも僕たちに聞いてほしい。はい。でもちゃんと教えられるかな？トウヤくんは大丈夫？苦手な科目とかない？確か白石が落としたのが古典と科学、アキトが英語と数学だったな。俺はこの範囲なら基礎的なことは問題なく教えられると思う。秋山はどうだ？うん、その4つなら僕も問題ないよ。それじゃあ教える側の手が空いているときは先の範囲をまとめたり準備をしたりしていこう。わかりました。ありがとうみんな。私頑張るね。それじゃあ勉強会スタートだね。折節の移り変わるこそ物事に哀れなれ。補習の時も思ったけど、やっぱりよくわかんないな。文章の意味が全然頭に入ってこないからどうしようもないっていうか、とりあえず続きも読んでみないと。物の哀れは秋こそ勝れと人ごとに言うめれど、それも去るものにて今人気は心も浮き立つものは浮き立つ。なんかワクワクすることがあったのかな。でもその前の人ごとっていうのはもうやっぱり全然わかんない。これ本当に同じ日本の人が書いたの？気持ちはわかるぞ。直感的に頭に入ってこねえんだよな。まあ古文は単語を覚えないとどうしようもなかったりするしね。どの単語がわかんないの？どれっていうか、ほとんど全部？全部か。よし、じゃあ一つずつやってこう。まず最初の文は折節の移り変わるこそ物事に哀れなれか。ここでわかんないとこある？哀れってどういう意味だっけ？そうだね。
しみじみとした趣があるって意味だよ。趣、聞いたことあるけど、よく考えたらちゃんとは知らないかも。味わい深い、風情があるということだな。だが確かにこれだとつかみにくいかもしれない。実体験に基づいて考えてみると分かりやすいかもしれないね。例えば白石君は夕焼けの空に見とれたことはないかい？夕焼けの空？あ、みんなで一日中歌の練習して疲れたーって空を見た時とかにすごく綺麗だなーって思ったりはするかも。おお、それなら俺もわかるぞ。体力を限界まで使った後に見る空はとても高く澄んで見えるものだな。それすっごくわかります。そのしみじみとした味わい深い気持ちが哀れの気持ちに近いだろうね。なるほど。それと折節っていうのはここでは季節ってことで、物事は何につけてもちょっと意訳になるけど、そのすべてみんなそれぞれって感じで訳すといいかな。ということは、季節が移り変わる様子はみんなそれぞれにしみじみとした趣がある？そうそう、そういうこと。ありがとうみんな。私にもやっと意味が分かったよ。さすが白石君、筋がいいね。ま、一行読めただけだけどな。そういうアキトは練習問題は解けたのか？さっきから手が止まっているようだが。まずは一歩リードってことで、この調子でどんどん読んでいこうよ。あうん。すまーん、ルイ、教えてくれ。さっぱりわからん。これは公式を当てはめれば解けるよ。覚えているかい？見覚えはあるが、すまん、解説から頼めるか。くっそ、何が書いてあるのか全然わからねえ。何がサインコサインタンジェントだ。言葉だけ覚えても何の役にも立たねえ。落ち着けアキト。まずは2つの辺の長さを見るんだ。そこから一つ一つ答えを割り出していける。俺と一緒に確実に問題を解いていこう。珍しいは素晴らしい、珍しいって意味で、意味字は優れている。恥ずかしがなんで立派って意味になるの？頑張れ。とにかくまずは代表的な単語を覚えちゃわないとね。全然頭に入ってこないよ。おっと、もうこんな時間か。みんなも疲れているようだし、今日はここまでにしようか。はあ、ようやく終わったか。頭が痛え。それだけ勉強した証拠だ。あと効率的に覚えるためにも今日やったところは寝る前に復習しておくといい。マジか。もう何も考えたくないよ。でもやらなくちゃ。絶対合格してみんなと一緒に進級するんだから。